Excuse me ダラスの You know me この番組はテキサス州ダラス在住の夫婦マキオとショーンがアメリカで活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日 Apple Podcast と Spotify でシェアしています。質問、リクエスト、コメントなどはウェブサイト exemidalas.com のお問い合わせフォームもしくは各 SNS のダイレクトメッセージにてお待ちしております。本日のゲストは非営利組織ダラスジャパニーズキャリアウーマン、略して DJCW を運営していらっしゃるゆうこさんとアニータさんです。どうしてこの団体が生まれたのか、どのような活動をされているのか、お詳しく聞いていきたいと思います。最後まで聞いてください。本日の茶柱。最近見たネットフリックスなんですか？最近、レイというスペイン語のネットフリックスです。スペイン語、どこの国のメキシコ、スペイン語を習いたいから。ドラマです。へー。それはその昔のマイケル・ジャクソンみたいな人物、すごく有名な大スター、メキシコの大スターの、電気ドキュメンタリーじゃないんだけど、ドラマ。そうなんだ。なんか私が、これちょっとだいぶ前に見たけど、ラブイズブラインドっていう、結構有名なね、リアリティショーがあって、で、日本のやつもあるんだけど、アメリカが本家で、最初シカゴとかアトランタだったかながあるんですけど、第3エピソード、第3シリーズが実はダラスなんですね。で、見たら、もうなんか知ってる景色がいっぱい出てくるし、その人物たちが住んでいるアパートも私分かったし、なんかすごい身近な場所があるんで、もし気になる方、ぜひチェックしてみてください。本日の湯飲み。本日のゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いしよろしくお願いします。はい。じゃあ今日は2名の方にいらっしゃっていただいておりまして、ではまず、ゆうこさんの方から自己紹介お願いできますか？はい、北村優子と申します。ダラス在住歴が今年で22年目で、本職はダラスにある日系の半導体メーカーの方でサプライチェーンをやっております。で、それプラス、今回これから話すんですけども、非営利団体 DJCW というところの運営もしております。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。では、アニータさんお願いします。はい。私、アニータこと、本名が藤井敦子と申します。よろしくお願いします。私はですね、テキサスには1997年に来まして、今年でなんと26年目になります。すごい。はい、長いんですよ。で、元はですね、ニューヨークの方の、大学院に行ってまして、そこで1年半ほど働いてから、私の伴侶の仕事の関係で、こちらの方に引っ越してきました。テキサスでは、何社か日系の会社で、経営管理とか、経務とか財務のね、仕事をしてきたんですけれども、今は日系の自動車メーカーの方で財務分析の仕事をしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい。皆さんもベテラン、アメリカのベテランみたいな方々にお越しいただいて、私はまだ4年目とかなので、全然ペッペンなんですけれども、いろんな面でいろいろ教えてください。じゃあ今日のまず本題といったところでお伺いしていきたいと思うんですけれども、現在、ゆうこさん、アニータさんは、DJCW の活動に、携わって運営されていらっしゃるということで、そこについてお伺いしていきたいと思いますが、まずゆうこさんの DJCW とは一体何でしょうか？はい、DJCW はダラスジャパニーズキャリアウーマンの略でして、テキサス州ダラスで2018年に設立された NPO 法人です。モットーとしては、ダラス、そして世界で働く日本人女性を応援しましょうということで、ネットワーク、インスパイア、エンパワー、この3つのスローガンをもとにいろんな活動をしております。すべての女性が自分らしく輝けるようにというふうな環境を築こうねということで、日々いろんな活動をしております。人数としてはですね、現時点1月ではメーリングリストの登録者名が、559名。そんなにいるんですか？そうなんですよ。はい。設多い立者もびっくり。はい。あと、ダラスが本拠地ではあるんですけど、コロナとかで結構オンラインでつながったこともあって、今は13カ国の
ところから登録があります。じゃあ DJCW ダラスってついてますけれども、もう全然あんまダラス以外の人も結構参加されていらっしゃるっていう感じですか？そうなんです。コロナがなかったら多分本当にローカルで、こうじんまりっていうのも変ですけど、かはないって思ったんですけど、うんオンラインになってから芋づる式にあれよあれよという間に広がって、日本はもちろんのこと、他に海外ので働く女性を応援しようみたいなイベントをしたときに、例えばシンガポールとか、スペインとか、香港、ウガンダ、バングラディッシュっていうふうにして、なんか私が一度も行ったこともないような国の人とつながれるようになりまして、すごいですね。じゃあなんか嬉しい誤算というか、こんな感じでそうですかね。すね。はい、そんな感じです。これの団体ができるきっかけとか過程はどんな感じでしたでしょうか？はい、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、私もダラスに20年以上今いまして、で、2018年ぐらい、もうそんなにいるのに、とにかく日本人の働いてる女性に会わないんですね。で、やっぱり働いてる女性って基本月から金はオフィスに居ずっぱりで、土日はもうスーパーに買い物行って、終わりなので、例えば、駐在妻さんのようになんかお茶したりとか、平日に出かける時間があまりないので、出会う機会がないと。で、ある時に、ある日系企業の自動車会社さんも多分ピンとくると思うんですけど、その会社さんがオフィスをダラスに移してきたので、オフィスを皆さんに公開するパーティーがあったので、そちらにお邪魔したんですね。で、こんなとこなんだっていうふうに見たときに、たまたまもう一人の日本人女性の方と出会いまして、で、その人も話を聞いたら、もう十何年もダラスにいると。で、お互いに、そんなに長くいるのになんで出会わないのみたいな話になっちゃって、で、なんか会とかがあったらそういうとこに登録して人が増えたりできるのに、でも会ないよねっていう話になって、じゃあ、会ないなら作っちゃおうかみたいな形で、はい。で、その時初めて会った人なんですよ、ちなみに。で、初めて会った人で、大体社交辞令で、じゃあランチでも行きましょうね、みたいな形でもう名刺交換してお別れしたんですけど、本当に2回目にランチ行ったんですね。そしたらお互いなんかちょっとノリで行ったことも覚えてて、じゃあ本当にやりましょうって言って、そこから始まって、で、今に至るっていう感じ。すごい、有言実行が凄まじいってことですね。じゃあ、きっかけは、本当に些細なことというか、そういうつながりが欲しいっていうようなところから今に至るってことですね。そうですね。だから、私たちのスローガンの一つがネットワークなんですけども、それは、常にキープしておきたいなっていうふうに思ってます。あとは、現在どのような活動されていらっしゃるんでしょうか？いろんな活動をしてるんですけど、先ほど申し上げた、例えば、世界で働く日本人女性とつながろうシリーズとか、そういう感じのオンラインイベントとか、あとは、各種ネットワーキングイベント。コロナの時はやっぱりちょっと対面がダメになっちゃって、オンラインネットワークもちょっとやってたんですけど、最近また復活して、ハッピーアワーとか、ディナーとか、そんな感じで、定期的に集まったりとかですね。で、あとは、やっぱり働いてる女性なので、どうやってキャリアを磨けるんだろうか、みたいな形で、一緒に勉強しましょうっていうことで、Lean In っていう、本があるんですけども、その本を教材として、いろんな働く女性のキャリアアップについて勉強しようよっていう会を、定期的にやってたりします。あとは、今、すでに働いてる女性ではないんですけども、今、大学生でも、いずれは社会に出て、働くであろうっていう人たちも応援したいねっていうことで、大学生とインターンをしたりとか、他には、DJCW の学生支部っていうのも作ったんですけど、そういうのを作って一緒にやろうとか、そういう学生とのコラボなどもいろいろやってます。以前ね、秋祭りとかにも私参加した際にはね、ブースとか出されていらっしゃいましたもんね。そうなんです。あの時、実はヘルプしてくれた方が高校生、日本人の高校生、現地だけど高校生とか、あとは DJCW のメンバーさんとか、いろんな方がサポートに来てくれて、秋祭り出店初めてだったんですけど、おかげさまで、はい、とても楽しく終了することができました。
ではまあいろんなイベントされてきた中で、なんか特に印象深いイベントとかエピソードがあれば教えてください。そうですね。印象深いイベントって言えばですね、ちょっと戻るんですけど、2021年はい。の8月だったかな。アメリカで働く日本人女性を6名ぐらい呼んで、はい。登壇者さんとしてゲストスピーカーみたいに来てもらって、で、視聴者さんは主に日本の女子大生とか大学生っていうイベントをしたんですけど、その時に本当にいろんなバックグラウンドの働く女性をお呼びしたんですね。はい。それが例えば日系企業で働いている女性とか、現地企業とか、フリーランスで働いている人とか、字幕翻訳やってる人、大学で教えてる先生とか、本当にいろんなバックグラウンドの日本人女性をお呼びしたら、やっぱり将来はアメリカとか海外で働きたいって思ってくれてる学生が思いのほか集まりまして、はい。結構それで60名ぐらい大学生がすごい。オンラインで集まったんですね。はい。はい。で、大学も女子大だけじゃなくって、共学の女子とか、本当にいろんなところから来てくれて、あ、やっぱり最近装飾系の人が増えてるとか、海外の興味がない人が増えてるっていう悲しいニュースも見たりするんですけど、あれを見て、あ、よかった、まだ海外で働きたいとか、将来は世界を見てみたいって思ってくれてる女子がこんなにいるんだって思って、ちょっとほっとしたのを覚えてます。すごい嬉しいですね、それは。アニータさん何かありますか？そうですね。私が一番に挙げたいのは、昨年の9月にですね、海外からの遠距離介護というテーマでイベントを開催したんですね。で、そのタイトルもズバリ、もし日本の老人に介護が必要になったらとしたんですね。はい。で、実は私には東京で一人暮らししている母がいるんですよ。はい。で、コロナ禍ですっかり引きこもりになってしまいまして、健康と介護の中間状態のことをフレイル状態っていうふうに言うらしいんですけれども、はい。私も実はなんか一昨年帰って初めて聞いた言葉なんですけれども、はっきり言ってそういう状態に陥ってしまったんですね。で、そのため2021年の11月から当時は本当に帰るの大変だったんですよ。もう検査で。で、はい。その中で昨年末までの間に4回ぐらい帰国したんですね。で、その時に介護保険の申請から始まって、地域のね、包括支援センターに何度も電話して相談して、介護サービスのアレンジして、もう本当に忙しくて奔走してたんですね。で、そんな中で、介護保険外サービスを担う私の看護師さんという会社をね、立ち上げた神戸貴子さんという方とお知り合いになったんですよ。で、はい。彼女自身も看護師でケアマネの資格持ってるんですけど、実は彼女、そこそこ有名っていうか、結構有名なのかな。朝市とかでもね、コメンテーターとして登場されたりとかして、活躍されてる方なんですけれども、はい。彼女にいろいろと相談していく中で、遠距離介護する上でのポイントとかヒントをたくさんもらえたわけなんですね。で、はい。それで私自身すごく目から鱗で救われたんですよ。で、ぜひ、DJCW のね、イベントに登壇してくださいってお願いしまして、本当2つ返事では引き受けてくださいまして、それで開催することになったんですね。はい。で、イベントにはですね、普段 DJCW とはあんまり関係ない、関わりのない方からもたくさん応募いただいたんですね。なんか日本人会経由でたくさんの方が応募してくださいまして、はい。で、本当にそれを見たときに、遠距離介護っていうことに対して関心が皆さん高いんだなっていうことがよく分かったんですよ。で、あともう一つですね、はい。介護離職っていう大きな社会問題がありまして、年間日本では9万人ぐらいの人がね、介護離職するそうなんですね。で、その大半が女性なんですって。で、働く女性にとってはとてもね、切実な問題で、もしもね、こうやって遠距離介護とかでどうにかね、対応できるんであれば、その女性たちも仕事辞めなくて済むんじゃないかなと、いろんなことを考えさせられました。
ちょっと長くなりましたけど、かなり思い入れがあったので、私がうん、一番に挙げたイベントがこちらの方なんですね。今お話聞いてても、それ聞きたいわーってすごいね、思うよね。ねできれば私たちもね、今後シリーズ化してね、また機会を見て開催したいなと思ってるんですけれども。どうなんというか DJCW って言うと、なんか女性のキャリアみたいな印象を持ちがちですけど、別になんかそこだけにフォーカスしたわけじゃなくて、本当になんか社会問題とか、なんか今後の人生とか、かなり大きなフィールドでいろんなイベントできるってことなんですね。そうですね、やっぱりね、キャリアって言っても、ライフステージがあると思うんですうよ。んで、介護っていうのも誰しも直面することなので、介護で辞めなくても済むようなね、サポートができればなっていうふうに思ってまして、私が介護するわけではないんですけれども、こういった方法があるんじゃないのかなとかね、こういった人がいますよっていうね、紹介とかをすることによって、女性がね、キャリアを諦めずに済むんじゃないかなって、そういう考え方もあると思うんですね。確かにグループ名が DJC がCW がキャリアウーマンだから、バリバリ系の人しかいないのかなって思われる方も最初は多いっぽかったんですけど、いろいろ知ってもらうにつれて、それこそメンバーとして入ってくれてる人を見ても、今ちょっと休職中っていう人もいれば、もちろん働いてるっていう人もいるし、これから働きたいっていう学生さんもいれば、もう何年も働いて、もう今定年して、でも私の知識を次の世代に伝えたいわっていう人もいるし、本当にいろんな方がいらっしゃって、で、そこの中でいいケミストリーが生まれるというか、なんかいい相乗効果があるのかなと思ってるので、私バリバリキャリアじゃないからメンバーじゃないわ、向いてないわっていうのはもう全然ないです。それは全くおっしゃる通りで、私も本当肩肘張らずにもう自然体で楽しんでますので、これを聞いた皆さんどうぞ怖がらずに寄って遊びに来てください。将来的にはどのような団体を目指していらっしゃいますか？はい、目指すは世界っていうのも半分冗談半分本気ですけれども、それはちょっと置いといても、私の本当に思ってるベースとしては、すべての日本人女性の方に自信を持ってほしいっていうのがあるんですね。っていうのは、私小中高大まで日本に行って、で、大学院でこっち留学して、で、その後ずっといるんですけれども、もちろん仕事も現地採用でこっちで雇われて、でも、2012年から15年の3年半ぐらい、日本の本社に、出向で行く機会があったんですね。なんか日本人なのに日本に出向っていうのもちょっと変なんですけど、こっち採用なんで逆出向みたいな感じで日本に行ったんですけど、その時にもう日本の女性がとっても控えめで、それが美徳なのかもしれないけど、なんか仕事にチャンスが与えられても、いやいや、私なんかまだまだとか、そういう心の準備ができてないのでとか、なんか謙遜しちゃう感じが強いなって思ったんですね。で、こっちだと、はい、やりますみたいな女性が結構多いのに、同じ日本人女性なのに、なんでこうも違うのかって。で、やっぱりよくよく聞くと、まだちょっと自分には自信がないとか、そういう方が多かったんですよ。で、あと前、アンケートを取ったときに、将来、あなたは昇進したいと思いますかっていう質問をしたときに、日本で働いている日本人女性と、アメリカで働いている日本人女性に同じ質問をしたときに、アメリカで働いている日本人女性は、はい、将来昇進したいとはいずれ考えてますっていう答えがだいぶ多かったのに対して、日本の方は、いや、ちょっとっていう、そういう、控えめなお返事が多かったんですよ。で、結構、日本人女性イコール控えめとか、あまり昇進に興味がないとか、そういうこと言われるんだけど、いやー、ちょっと同じ日本人女性って言っても、なんか違うぞって思って、そういうふうに思わなくていいんだよ。あなたはとてもすごく仕事ができるんだから、もっと自信を持って頑張ってよっていうふうに言いたいなって思うんですね。で、やっぱり今日本の女子大生ともいろいろやり取りをしてるんですけど、やっぱり私なんか将来できるのかしらっていろんな悩みを持ってることをいっぱい話すんですね。なので、大丈夫。もうとにかくあなたはできるんだから頑張ろうよっていうメッセージを伝えたいなっていうふうに思います。
で、仕事に限らず、これ言っていいのかな、太鼓を私ね、前やってたんですけど、なんかね、太鼓、普通の、要はサークルとかクラブ活動でもね、同じでね、日本人もみんな、いいです、やりませんとかって言って、アメリカ人はね、できもしないのにね、そう、はい、そうなの、叩そうなの。きますみたいな風に言ってて、もうそれで毎度、毎度あるあるで、よくあったんですけど、これカットかもしれない、もしかしたら。いやいや、でも本当にそうで、男女のアンケートとかしても、あなたは昇進に心の準備はできてますかっていうときに、自分の中で6割できてたら男の人って入ってきてますって言うんですよ。でも女の人は85%ぐらいないと、私は昇進の準備ができてますっていう、これはもう本当にリサーチで出てる結果なので、やっぱり男女で女性は控えめに自分を評価しがち。アニータさんどうでしょうか。アメリカがもともと発祥だと思うんですけれども、ガールスカウトってありますよね。で、ありますね。それで日本にもね、ガールスカウト日本連盟っていうのがありまして、実は昨年ですね、そのガールスカウト日本連盟がコミュニティアクションチャレンジ100アワードっていうのを主催したんですよ。はい。略して CAC100 アワードっていうんですけれども、何かと言いますと、少女と女性が自分らしく生きられる社会の構築に向け活動して、コミュニティに変化をもたらした活動を表彰するっていったプロジェクトがあったんですね。はい。で、実は DJCW がこのアワードのですね、ファイナリストに選ばれまして、審査があったんですよ。昨年の夏だったかな。で、その時にですね、最終審査の時に、審査員の方々からね、日本の優秀な女性がみんな海外に出てしまって、これはね、ブレーンの喪失じゃないかっていうふうにコメントがあったんですね。で、そのために日本の政策にもぜひ提言してもらいたいっていうことも何回も言われたんですよ。審査員が3、4人ぐらいいらっしゃったんですけども、みんな口々にもう最後にそれ言われたんですね。それ多くも今後はそういったことも念頭にね、活動していければなと思ってるんですね。それがちょっと私からの一言です。すごい、もうやっぱりさっき言ってた世界を目指すじゃないですけれども、もう壮大ですね、目標は。そうですね、ゆくゆくはそこに行きたいなと思ってますね、ゆうこさん。はい、総理大臣と握手してサインもらったらお渡しします。どうですか、ここまで聞いて。一人の男で、ちょっと座っていられるかなと、どうか。確かにここではマイノリティかもしれない。はい。でちなみにこの会はまあ女性しかいないんですよね。男性はいない？いやいや、名前にウーマンついてますけど、女性しか入れないということは全然ないんですね。なんですね。はい。ただ、メンバー内訳を見ると、98% ぐらい女性。でもね、イベントの内容によってはね、男性もね、3、4人ぐらいは参加してくれたりして、男性が入るとやっぱりディスカッションしても全然ね、違う視点で見られるので、すごくいいんですよ。ですから本当にウェルカムです。なるほど。いつもやっぱり視点とかがね、男性と変わるっていうのは面白いですね。そうですね、ぜひね、ダイバーシティということで、男性にもどんどん参加していただきたいなと思っているので、よろしくお願いします。DJCW はダラズの在住者しか入れないのでしょうか？いえいえ、もう全然そんなことはなくてですね、もうオンラインになって、先ほどもちょっと13カ国から入ってますっていうのもあったんですけども、もちろんダラスのローカルの人も OK だし、そういう方は対面イベントに直接来れるし、でもダラスにいなくってもいろんなオンライン系もあるし、あと、それこそ日本の大学生で入ってる人もいるし、あとは休職中とか、海外とか、定年した方とか、もうどこにいようと、今のライフステージがどこであろうと、働く女性に興味があるとか、働く女性を応援したいとか、そういう思いがある方がいらっしゃれば、場所、年齢、そんなのに全く限らず、ウェルカムです。ダラス在住じゃない方は、だからもうオンラインイベントとかで、どんどん参加できるっていうことですね。そうですね。あとは、もうダラスに寄るついでがあったら来てもらうとか、でも、月1でニュースレターでこんなこともやってますよっていうのもいろいろ配信したりもしてるので、あと、これからのイベントとかもあるので、それで、これオンラインだから入ってみようかなとか、たまたまダラス行く予定だから見てみようかなとか、そういうのも考えてます。あとは、いずれは出張でどっかうちらが行けたらいいんですけど、それもね、面白いですね。ことやら。いろんな都市で開催できたら面白いですね。
はい。都市で言えばですね、コロラドのデンバはい。ーの方と今ちょっといろいろやり取りをしてまして、そちらともこう連携をつないでいけるかなと思ああ、なるほど。なんかいろんな都市でね、似たようなって言ったらあれですけれども、こう縦のつながりとかがね、できたら面白いですね。J がジャパニーズと言ったら、うんいろんな、まあ、日本もそうだけど、海外の方、あるいは、なんか、国際結婚とか、日本生まれのアメリカ人とか、そういうような方も参加しても大丈夫。はい、もちろんです。私の夫も日本人じゃなくって、香港出身の、今アメリカ国籍の人なんですけど、そういう人もいますし、アニタさんのね、旦那さんも。そうなんですよ。私の伴侶はメキシコ出身でアメリカ国籍なんですけれども、はい、一応スペイン語話す人です。ね、むしろみんな、ここそうなんです。旦那はアメリカじゃない、アメリカ国籍だけどみんなアメリカ人じゃないっていう。そうそう、そんな感じで、奥さんはみんな日本人。うん、へえ。なので、J ってついてるけど、はい、ふわっとした感じです。最後になりますが、何か伝えたいこと、宣伝したいことがありましたら、ゆうこさんどうぞ。DJCW は本当に先ほど冗談半分本気で世界って言いましたけども、いろんなことを皆さんに提供して意義ある会にしていきたいと思いますので、私ダラスじゃないわとか、私今働いてないわとか、そういうことはあまり気にせずに、ぜひお気軽に、立ち寄ってもらったり、あとホームページとか、あと Facebook、インスタ、あとツイッターが、学生支部の方で今始めたので、いろんなSNS でも活動を見られますので、そちらでも立ち寄っていただけたらいいかなというふうに思います。ニータさんどうぞ。ですね、今年の活動の一つに、グローバルメンタープログラムの推進っていうのがあるんですけれども、これは何かと言いますと、海外で活躍する社会人と、将来海外の大学とか大学院への進学とか、海外での就職に興味がある日本の学生をつなぐことを目指しているんですね。で、指導する側のメンターにとっては、自分を振り返る良い機会だと思いますし、リーダーシップのスキルの強化にもなりますし、社会貢献にもなるんですね。で、一方、指導される側の、メンティーにとってはですね、不安や悩みを相談できるっていうこともありますし、これから必要となるスキルやマインドを学べるという利点があるんですね。で、実はこのプログラムは、アメリカにある日本人医師会からグラントいただいておりまして、今後、このグラントを有効に使わさせていただきたいと思ってるんですけれども、合わせてこれからメンターになってくださる方を募集しますので、どうぞよろしくお願いします。皆様、よろしくお願いします。今日はいろんなお話がね、聞けて、とても興味深かったです。多分、ダラスに住んでる人はもちろん、なんだろう、これって思うと思うし、ダラスじゃない人はね、すごいね、羨ましいなって思う人も結構いるんじゃないですかね。ね。だといいですけどね。私も留学した身なので、留学する前はアメリカ生活ってどんなんだろうとか、向こうで現地で就職するってなったら何が必要なんだろうとか、いろいろ知りたいことは山のようにあったんですけど、当時そんなにインターネットも発達しておらず、こんな熱い留学生向けの手引きみたいなやつをもうこんなに読んで、あと聞きまくってやってたんですけども、やっぱり今、日本にいて将来留学したい、将来海外で働きたいって人もきっと質問は山のようにあると思うんですね。で、そういう人たちと今すでに働いてる、今すでにこっちに留学してるとかいろいろあると思うんですけど、そういう人たちをつないでメンター、メンティーっていうことでなんかお互いサポートできればいいものが生まれるんじゃないかなっていうことで考えたのがこのメンタープログラムです。なんか今、100人とおっしゃいましたね。うんうん。じゃあ、このポッドキャスト出したら1000人になれるかなちょっなったら嬉しいな。はい。実は今回次週のゲストも、この DJCW さんの方から出していただけるということで、さっきお話にもちょっと上がっていた、学生さんのチームにお越しいただけるということでしょうか、ゆうこさん。はい、そうです。学生支部アンリミテッドっていう、グループというかサークルっていうのかな、を、東京の津田塾大学と一緒に2022年の7月に立ち上げまして、で、そちらのアンリミテッドから、2名が来週
登壇してくれます。で、一応基本は津田塾大学なんですけども、一部早稲田とか他から来てる子とかもいるので、来週来るのは、柳橋ひなのさんっていう早稲田の学生さんと、あと、番中さえさんという津田塾の学生さん。この2名が、はい、参加される予定です。はい、ありがとうございます。ということで、今日はお越しいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。イキズミダラスは YouTube、ブログ、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それではまた次のエピソードをお楽しみに。